こんにちは。2023年10月11日、10時15分ぐらいです。特急便です。もうオンラインにはしております。いつものようにご質問にお答えします。まず字幕のことで、言われまして、いつも字幕が自動的に出てくる場合と、出てこない場合があります。で、どうしてですか？ご質問がありました。で、それは僕のちょっと手抜きでね、本当は全部手で字幕入れてあげた方が、皆さんには優しいんですけども、かなり手間がかかりますので、すいません。自動でやらせてもらっています。で、その自動の字幕が出るのが、私が夜0時ぐらいに投稿するんですけども、それが生成されるのが2時間後ぐらいらしいです。で、その時は僕は寝てしまってますので、で、翌朝、皆さんが、すぐ字幕が見れるように、それからある程度検索しやすいように、設定をパソコンで、15分から20分ぐらいでしてます。で、朝10時じゃない、朝7時ぐらいかな。私起きてすぐやるんですけども、その後は自動的に出てきます。で、夜中は、自動的には出てきません。ちょっとそこだけお待ちください。すいません。で、昨日のいつなるんだの計算式があります。で、僕、このくらいの比率になったら次になりますよ。で、電卓でいつも僕ちょこちょこってやって、だいたいこのくらいだろうって計算しちゃってるんですけども、説明するんであればもうちょっとちゃんと説明してほしいっていう声がありました。確かにそうですね。自分は適当にやっちゃって入力してわかりますけども、他の方はわかんないですからね。で、昨日の夜、どうやってご説明すれば一番簡単かなって言って、メモ用紙出して、自分で計算式解いてみました。小学生か中学生みたいに。で、それを全部お教えすると、逆にちょっと長すぎてわからないんで、かいつまんで言いますと、一つ目は、まずご自分の運転時間の使用比率を、統計取ります。1週間ぐらいでいいです。あと、平日と土日と多分違うと思いますから、とりあえず平日だけ取ります。平均値でも中央値でも多分どっちでもいいと思います。そこら辺はアバウトで構わない。で、自分の場合、換算期のこの辺の比率が 25% です。比率を自分で把握したら、ある日の稼働で2時間オンラインして、運転時間が60分で、鳴りやみます。で、その後いつなるかの計算ですけども、その60分割る自分の比率です。だから自分の場合は、60割る100分の25になります。で、その計算をしていくと、60×25 分の100と同じになります。で、それは25分の100はまだ4ですから、60×4 になります。ですから、開始から4時間後になるということです。で、現時点で2時間オンラインしてますから、その計算だと2時間後には、干され時間が過ぎてなるはずです。で、忙しい時期や、忙しい時間帯は、ランダムにボンボンなってきますから、やる人少ないんで、誰でも活かしたいっていうのがあって、どんどん飛んできますから、それ以上になります。ただ、アイドルタイムとか、換算期に入ると、お休みの時間が長くなりますから、そのお休みの時間、いつまで待てばいいのかなって、不安ですよね。で、そういう計算しておくと、自分のお休みとか取りやすいです。で、ずっと携帯電話見てなくてもいいしね、アプリずっと見てて、あれ、いつなるんだよ、なかなかならねえな、大丈夫かな、このアプリは、電波も弱いし、ちょっと振って、電波も弱いし、どうしよう。じゃあ、あっちにマックの方行ってみようかな。って行ってみよう。つって、ならねえな。こっち行ってみようかな。って言って、そういうことがなくなりますから、少し自分で安心して待てるようになります。ずいぶん気楽になりますので、お試しください。あとですね、いつも、コメントくださる方で、そのペースで年間300万、ちょっと無理じゃないですかってあったんですけど、無理です。で、換算期
の計算はこんなもん。で、通常期、繁忙期。で、トータルして250万ぐらいかな。今の僕の計算では。1週間に、1日休みの計算、60時間して、で、年間300日ぐらいやって、夏と冬、1週間休みます。そうすると300日になるんですけど、で、それで、250万ぐらいが想定です。で、自分の場合、他にもちょっとお仕事ありますし、それも含めて300万いけば、ベリーグッズなんで。で、こっちの方では、その程度の売り上げで満足しちゃってるんですけど、東京でやってる時は月30万ぐらい売り上げても、カツカツなんですよね。なんかこれ買ってほしいって子供に言われても買ってあげられないし、みたいな感じでした。だから今、また物価が上がっちゃってるんで、東京だと35万ぐらいないと、もうギリギリの生活も無理ですよね。で、そういうのがあって、僕はこっちの方に、家買っちゃって、安い物件ですけど、買っちゃって、移り住んできたんですけど、今、楽勝ですね。それで、自分は、今こんな案内を、ウーバーの案内してるんですけど、もともとは、結婚する前は節約に凝ってまして、で、夕方のニュース、安藤優子さんってもう引退されたのかな、あの番組にも取り上げてもらったことがあります。前言ったことありましたっけ？言ったことないかな。うん。で、節約系は得意なんで、そのくらいの売り上げでも、大丈夫です。うちの近くの唯一の加盟店、コッペパンが鳴りました。すぐ行きます。宮古ドロップです。いつもの公園待機です。そろそろ鳴る時間なんですけどね、鳴りません。このまままったりします。小倉北区立町です。今朝示しました計算通りだと、あと15、6分なりません。伊東津戻ります。計算より4分早くなりました。次行きます。3件目ドロップ、小倉北区真鶴です。使用運転時間ここまで51分で、自分の今の率ですとちょうど4倍なんで、4倍すると 51×4 で204分で、オンライン時間が2時間42分で、120、42分、162分、204分引く162分で42分後ですね。で今時間が12時46分ですから、次になるのが42分後で、午後1時28分頃の予測です。とりあえず次になるまでちょっと間がありますんで、またお腹空いちゃったんで、オンラインのまま吉牛行きます。まだ時間がありましたんで、銀行の用事も足しました。42分もあるといろいろできますね。もっと早くから僕自身紹介していてなんですけど、もっと早くから計算してやってればよかったな。楽ですね。では、鳴り予定の時間まであと5分ですので、鳴りポイントに戻ります。鳴り予定時刻2分過ぎても鳴りません。いつもの伊東津の公園が草刈りしたばっかりで、埃っぽいし、全然鳴らないっていうのもありまして、多分鳴り止まったと思うんで、こっちに来ました。ここで休みます。それでさっき、この時間になりますって言ってから、もう1時間経ってしまいました。すいません。こういうこともありえます。例えば昨日すごく忙しくて、全然休む暇なかったのに、今日は、からきしとか、逆に昨日全然ならなくて干されてたのに、今日すごく忙しいとかありますよね。で、あれは1週間単位で調節してるみたいなんですけども、その日、うまく配車できない場合は、前後の調節がどっかできます。予定より、100分遅れぐらいで一つになりましたけども、6.2 キロで、時間を使わせようとする作戦ですよね。これは拒否です。4件目イボリです。そういえば中心に行くよりもここに行った方が僕の注文者が多いんで、距離は短いんですよね。注意して取ればですけど、遠くのも入ってきますが、短いのになります。12分熟成 3.3 キロとんかつです。いきます。
5軒目が土取町です。6軒目、小倉北区井堀ドロップです。まだ運転時間に余裕があります。まだなるでしょう。山降ります。いつもの公園です。4分熟成の手羽先行きます。7軒目、弁天町ドロップです。まだ1本鳴らせるぐらい運転時間余ってます。もう1回戻ります。戻りました。今日はとことんいつもの公園です。6分熟成吉牛です。これで終わりにします。八幡東区昭和で8軒目終了です。今日は結局11時間弱やりました。で今日なんか予想より1件少ないなぐらいに思ってて、で計算すると、オンライン時間に対する運転時間の利用率が 23.4% なんですよね。でそれでも昨日の比率が 26.6% ですから、それを足して2で割ると 25.0 になるんですよね。もう驚くほど正確ですね。若干1本分調整されたんだと思います。 25% にちゃんと合ってます。ではまた明日失礼します。